どうもトレーニーアウトドアです。本日は昨年の4月に納車して約1年が経過したアウトドアと日常仕様のハンターカップのカスタムを紹介したいと思います。以前こちらの動画で第1弾のカスタムを紹介しておりまして、今回は第2弾の動画となります。かかった費用の総額も発表いたしますので、ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いです。また今回紹介したカスタムは全て概要欄から詳細が確認できるようになっておりますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。この動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。それではまずは簡単に第1弾までのカスタムの内容を振り返りたいと思います。第1弾でカスタムした箇所は全部で11箇所でした。1箇所目は外傷からライトを守り、ドレスアップも可能なヘッドライト、テールランプ、ウインカーのカバー。2箇所目は純正ライトの暗さを補い、ドレスアップ効果もあるフォグランプ。3箇所目は岩、泥、冷風に対する保護とドレスアップ効果のあるハンドルガード。4箇所目はハンドルの振動を軽減し、スマホホルダーやドリンクホルダーなどを装備できるハンドルブレース。5箇所目は GoPro をはじめとする撮影機材を取り付けることのできるクランプ。6箇所目は純正ハンターカブ最大の課題を解決するヘルメットホルダー。7箇所目はロングツーリングに必須のナビを取り付けるためのスマホホルダー。8箇所目は携帯、撮影機材等を充電するためのアクセサリーソケット。9箇所目はキャンツーから買い物バッグまで幅広いものを置けるセンターキャリア。10箇所目は多量の荷物を積んでいても地面がぬかるんでいても安心感を与えてくれるサイドスタンド。そして最後はキャンツーに必須のシートバッグと盗難防止の南京錠。今挙げた11箇所のカスタムの詳細は概要欄に貼ったこちらの動画からご確認いただきますと幸いです。今回はここからさらに5点追加、変更を加えましたので、そちらの紹介をしたいと思います。まず最初に紹介する2点は先ほど紹介したカスタムの改良点となります。1点目は北コの USB 電源キットです。動画でもお話ししたのですが、以前はこのバイクを注文した際にお願いしていたホンダ純正のアクセサリーキットを取り付けた上で外付けのソケットを購入して充電をしておりました。ただしこれは使用していて2つ悪い点がありました。1つ目はそもそもこのアクセサリーソケットだけでは充電ができないので、別売りでこういった充電するためのソケットを購入しなくてはならず、結果として値段が高額になってしまう点。2つ目は購入するソケットにもよるかと思いますが、ソケットを装着したままではカバーをかけることができず、雨による浸水を防げない点です。特にこの2点目は結構致命的で、使い終わったらいちいちこのソケットを抜いてカバーをしなくてはならない上、いざ使用したいと思った時にソケットを持ってくるのを忘れて充電できないということがよくありました。そしてめんどくさくなってつけっぱなしにした結果、差し込み口に錆が生じて最終的に充電ができなくなってしまいました。そこで購入し直したのがこちらの北コの USB 電源キットです。取り付けはバイク屋さんにお願いして1080円でした。こちら差し込み口とソケットが一体型なので、これさえあれば充電できる仕様となっております。また差し込み口が USB 型2つなので、幅広いタイプの端末が充電可能な上、ソケット部分の抜き差しがなく、そのままカバーをつけることができます。これで乗車時の充電が容易になり、ソケットの抜き差しのストレスで剥げ散らかしそうになっていた頭皮も守ることができるようになりました。2点目の改良点は帰り屋のスマホホルダーです。以前も帰り屋さんのスマホホルダーを使用していたのですが、私は iPhone にケースを使用していて、この状態でホルダーにスマホをはめると取り付け位置から iPhone が少し浮いてしまう状態になっておりました。一応付属のゴムバンドはあるのですが、私はこれに気づかずゴムバンドを使用しないで走行してしまい、なんと合計3回もスマホを落としてしまいました。3回とも奇跡的に携帯は無事だったのですが、そのうち2回は落ちたスマホの数センチ隣を車が通過し、心臓が飛び出るかと思いました。1回目に携帯が落ちた際は凸凹な道を通過した際の衝撃で落ちたのだと思い込んでいて、そのまま使用を続けてしまい、2回目に落とした際にようやく携帯がうまくはまっていないことに気づきました。それ以降は付属のゴムバンドを使用すればさすがに落ちないだろうということでゴムバンドを併用しながら使用を継続していたのですが、たまたまゴムバンドを付け忘れた際に落としてしまいました。やはりバイクを運転する以上、安全に関しては最大限配慮をしないといけないと思っておりますし、後続を運転している方への被害にもなりかねないので、今回の改良に至りました。この改良版のスマホホルダーは携帯のカメラの部分の凸凹や付属のケースの厚みにも対応したモデルとなっており、本体自体が大型化していますが、明らかに初代のものよりもホールド感が向上しております。
取り付けも前回モデル同様、六角と調整用のベルトとミラー用のステーがついてくるので、私のような工具を持っていない方でも簡単に取り付けすることができます。これであればもうスマホを落として肝を冷やすこともありませんし、買い物や途中休憩の際に毎回ゴムバンドをつけたり外したりするストレスで剥げ散らかしそうになっていた頭皮も守ることができるようになりました。また、振動の大きいバイクにスマホを取り付けて長時間走行していると、振動によりスマホが壊れることがあるという話を最近聞きました。この改良版ではホルダーの後ろに振動を軽減する装置が取り付けられており、そういったリスクを一定数軽減してくれます。最近のスマホは10万超えは当たり前で、壊れると本当に落ち込みますし、通常モデルより若干高くはなりますが、安全の観点からもこちらを利用するのが非常におすすめです。3点目はホンダのロゴステッカーです。純正のハンターカブは赤いホンダのロゴがデザインされており、これはこれでポップな感じがして可愛らしいのですが、もう少し武骨なワイルドな感じを出したいと思って黒のロゴステッカーに変更いたしました。公式のステッカーは1枚で3000円くらいするので、私は Amazon で2枚700円ぐらいで販売されているものを購入いたしました。これは取り付けも自分で行いまして、釣り糸を使用して純正のロゴをこんな感じで剥がした後に、100均で購入したシール剥がしのスプレーを塗布して表面をきれいにし、その上から購入したロゴステッカーを貼りました。釣り糸は少し長めに取って糸を上下にずらしながら剥がすと簡単に外すことができました。残った接着剤を剥がすのに少し時間がかかりましたが、こちらも100均で購入した商品を使用すれば合計で30分もあればカスタムが完了いたしました。私は工具を一切持っていないのですが、これは私のような素人の方でも簡単にできるカスタムだと思います。こちらが純正のエンブレムで、こちらが交換後のエンブレムです。ワンポイントではありますが、結構見た目の印象は変わる気がしますね。今後は後ろにあるステッカーも合わせて変更しようかなとニヤニヤしております。4点目は SP 北川さんのエアフロートカバーです。これは特に夏場、乗車時に起こるお尻の蒸れ、不快感を軽減するためのものです。また若干ではありますが、クッション性もあるため、純正の固めのシートよりもお尻へのダメージを軽減してくれるかと思います。取り付けは非常に簡単で、こちらの商品をシートに覆いかぶせて、その後一度シートを開けて、最後にマジックテープで留めるだけです。この仕様であれば、寒い時期には取り外して純正のシートを使用したり、キャンプの際なんかは外して簡単なクッションとしても使用したりすることができるかと思います。実際私もハンターカブに夏場に乗っていて、お尻がすごい蒸れて、その度に軽くお尻を持ち上げて風を取り入れたりしていたのですが、それでも降りた時にはお尻に大汗をかいて大変お恥ずかしい状況となっておりました。ただこれをつけるとお尻に風が通っているのがよく分かって、この問題はかなり改善されました。冬場につけるとスースーして寒いのを感じられたので、夏場ではかなり本領を発揮してくれると思います。ちなみに私は身長176センチ、マッチングアプリだと1センチ持って177センチ、足長めなのですが、装着しても足つきはほとんど変わらない印象です。値段もそこまで高いわけではないですし、取り付けも非常に簡単なのでとてもおすすめです。これがあればこれからの暑い夏場の時期のツーリングも楽しみですね。最後はバイク自体のカスタムではないのですが、電熱グローブです。昨年末から冬の期間、このグローブをつけて各地へキャンプツーリングに出かけておりました。もともと冬用のグローブを持っておらず、スキー用のグローブを代用したり、手袋を二重にしたりして対応していたのですが、さすがにそれでは寒いので代用品を模索するようになりました。最初はグリップヒーターの導入を検討していたのですが、以前真冬に銚子に朝日を見に行くというアホな企画をした際、グリップヒーターをつけた友人が手が冷たすぎて無理だと言っていたのを思い出し、グリップヒーターではなく取り付け工賃も不要な電熱グローブを購入することにしました。グリップヒーターは手のひらしか基本的には温まらず、風にさらされている手の甲側が冷たくなってしまうんですよね。日本の有名メーカーの電熱グローブも検討したのですが、あまりにも高くて手が出せなかったため、 Amazon で評価の高かったこちらを選びました。充電式のバッテリーがセットになっていて、これを充電してグローブの袖口に入れて使用することができます。またグローブの手元にはボタンがついていて、4段階でグローブを温めることができます。最大の使用可能時間は一番低いレベルで約12時間、一番高いレベルで約5時間となっております。実際に使ってみると、ボタンを押してから 1,2 分でじんわりと温まってきます。先にお話しした通り、グリップヒーターはグリップ部分しか温まりませんが、
これは指先や手の甲側も温まる仕様となっております。熱々になることはないんですけれども、これをつけて真冬に 2,3 時間走行しても全く寒さは感じませんでした。このグローブは電熱グローブですが、そもそもグローブ自体がとても暖かいので、冬に乗る際でも 1,2 時間程度であれば電熱を使用しなくても使えるのが非常に気に入っております。手の甲の部分にはプロテクターのようなものがついており、安全面も考慮されているのが非常にいいですね。また一応スマホを触れる仕様にはなっておりますが、反応はさほど良くないのでキビキビと操作することはできません。ナビを確認して戻すくらいの操作は可能かと思いますが、これはおまけ程度に考えていただけるといいと思います。気になる点としては、ある程度厚みがあるので操作性がいいとは言い難い点です。ハンターカブはクラッチレバーがないのでいいですが、クラッチレバーがあるバイクだと少し疲れてしまうかもしれません。また4段階の暖かさの違いは正直そんなにあんまりわからないかなというのが私の印象です。なお商品が届いた際、実はこのようなカードが入っておりました。 Amazon のレビューを5にすると500円がキャッシュバックされるというものです。大手のメーカーと比べて値段が安いので暖かさに関しては文句はありませんが、先に述べた観点から不満がゼロというわけではないので、正直私は星をつけるとしたら4かなと思います。もちろん本当に評価がいいならいいと思いますけれども、お金の欲しさゆえに誤ったレビューで溢れ返ってしまう可能性があるので、こういったことをする企業は正直信用できないなとは思いますね。物に罪はないですし、このことを知らずに購入してしまったことと、幸い値段相応の商品だったと思うので、これからも使い続けたいとは思いますが、皆様には正直にお話しさせていただきました。ということで以上が私が使用している現在のハンター株のカスタムのご紹介でした。それではこれまでのハンター株に使用した総額を発表したいと思います。気になるこれまでに投じたカスタム金額合計は13万652円でございます。これでも結構セーブしているつもりであるのですが、やはりかなり使用していました。現在考えている残りのカスタムはブロックタイヤ、エンジンガード、マフラーと高額かつ工賃がかかるものばかりですので、この先はよく検討する予定です。今後もカスタムを更新したら紹介したいと思いますが、皆様の方でもカスタムに関して何か情報をお持ちでしたら気軽にコメントいただけると助かります。また今回紹介した商品は全て概要欄にリンクを貼っておりますので、気になったものがありましたらぜひそちらから詳細を確認してみてください。私のチャンネルではハンターカブに乗ってキャンプに行ったり釣りに行ったりと他にも様々な動画を上げておりますので、ぜひご視聴いただけますと幸いです。この動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。